皆さんこんにちは、マッコリです。シティーズスカイライン実況、今回も続きの方をやっていきたいと思います。はい、ということで、現在ね、見ていただいているのは、前回の動画で作りました、この都市の中心駅ですね。はい、ということで、あの後ちょっと時間を進めてみたんですが、現在ねこの駅の方も結構ね利用客の方が増えてきてまして、はい、今待機中の乗客が98人ということで、まあね利用してくれるようになりましたね。はい、というのも他の公共交通機関をね、例えばバスとかっていうものをあんまり使っていないので、であとこの駅実は前回動画では触れてなかったんですけども、アップグレードして地下鉄も一緒に置いています。なので、地下鉄と鉄道駅の合算の乗客にはなると思うんですけども、3桁になっているので、そこそこね利用されているかなというふうに思います。はい、ということで、これからもね多分もうちょっと時間を置いたら利用客増えてくるんじゃないかなと思います。はい、であとですね、前々回の動画からずっと触れ続けているんですけども、はい、資源が高い問題ですね。やっぱりこれがねなかなか解消しなくて、でグラフの方をちょっと見てみたんですけども、取引地っていうところでこれをプラスチックですね。やっぱりこのグラフを見てる通り明らかにね取引量が減ってるんですよね。でこれが結局資源が高いからプラスチックが取引されていない、あるいは生産されていないというところもなると思うんですけども、例えばこれが石油化学製品になると、はい、そうですね、やっぱり生産されていないんですよね。はい、ということで、前々回に、石油特区の方を作ったんですけども、もうちょっと時間を見ていかないといけないですかね。はい、これは1年とかもしかしたらかかるんかもしれないですけども、もうちょっとね、見守っていきたいと思います。で結構ねいろんな方から助言をいただいて、それもね、今後徐々にねいろいろやって試していきたいなと思いますので、また何かありましたらね是非コメントの方で教えていただけたらと思います。はい、で今回の動画は、埋め立て地の方をね、広げていきたいなと思います。で現在この都市の産業区画っていうのがこの辺り一帯にあるんですけども、結局工場を増やしていくっていう話になると、埋め立て地がね足りなくなるので、その不足を補うために、埋め立て地を作っていきたいと思います。でさらにね、港の方もまた整備していけたらなと思います。なので、ちょっとね結構大きめになるんですが、この辺りのねエリアをもう一気に広げて、開発の方を進めていきたいと思います。でそれにあたって、ここがね今高速道路が、通っているんですが、この海の方をね埋め立てていくんですけども、その埋め立て地の方に、高速道路を通していきたいので、ここをね4分岐のジャンクションに今回はしていこうと思います。はい、なので、今回はまず高速道路の整備をまずしていくと。で、その後に埋め立て地をきちんと整備していって、実際にね開発を進めていくということで、ちょっとね、今回から小分けに動画がなっていくと思うんですけども、徐々にね開発を進めていきたいので、よろしくお願いいたします。そしたら、早速開発の方をね進めていきましょう。はい、ということでジャンクションの作成中ですが、少し雑談の方をしていきたいと思います。前々回からね、資源コスト問題をずっとね話をしていたんですけれども、実はちょっと前から別の問題にも、この年は悩まされていて、はい、それがこちらです。はい、大気汚染ですね。もう真っ黄色になっています。で現実世界ならもう毎日マスクしてね過ごさないと無理ですよね。これ正直ねもう自分も大気汚染に舐めていました。でもちろん風上にね産業エリアを作ってはダメだっていうのは、分かっていたんですけども、石油が取れるエリアがねこの北側にしかなくて、で都市の方も少し離れているから大丈夫だろうと油断していたんですよね。はい、そもそもその大気汚染が、その距離が伸びれば伸びるほど徐々にね薄まっていくものだと勝手に思っていたんですよね。はい、でも実際蓋を開けてみれば全く関係なくて、もうどんどん汚染されていくっていう、もうこれどうしたらいいかっていうのが今
この年の大問題になっています。現状止める手段っていうのがないので、汚染を本当に完全に消そうと思ったら石油特区の方をね取り壊すしか、今のところ方法はないですよね。でも唯一救いというか、今作ってこの例えば大気汚染のマークがずっとこう出ていても、放置していてもその廃墟にはならないじゃないですか。そこが唯一こう救われてるかなと思います。これがもし廃墟になるのであれば本当にね取り壊し考えないといけないんですけども、こうやって放置できるのが今作の仕様でね、いいところかなと思いますね。なのでとりあえず現状維持でいこうと思うんですけども、今の仕様の関連でもあるんですが、若干ねその初代のシティーズスカイライン1とね、若干こう仕様が違うところって結構あると思うんですけども、皆さんはねこれは買えないで欲しかったみたいなところあったりしますかね。僕はね植林したこう木がね成長する仕様になったところはちょっとこうそのままでもよかったかなって今思ったりしています。でこうリアルなね街づくりをこうしていると成長した後にね植林をした場所を見てみるとあれってなることがね結構あったりするんですよね。あれめっちゃモサモサなってるやんみたいな。でせめてねあとこう成長する時間を、もうちょっとね短くしていただけたら良かったかなと思ったりもするんですけども、でも洪水がなくなったりとか、道路重ねられるようになったりとかね、いい面もたくさんありますからね、文句ばっかり言ってはダメですね。とりあえず、僕はもう大気汚染の方を、なんとか、きちんと解決していこうかなと思っています。ところで前回ねコメントの方で声の方が小さいっていうご指摘をいただいてるんですけど、今回はきちんと声の方入っていますかね。BGM の方はね音量はいくらでも下げられるんですけども、声の方って編集ソフトでも実はずっと前からもう音量マックスでやってるので、これ以上実は大きくすることができないんですよね。大きくしようと思ったらマイクに本当に口をつけて喋らないといけなくなるんで、そのあたりもまたねコメントで教えていただけたらと思います。そしたら今回もね本当にどうでもいい話たくさんしたんですけども、今回の雑談はこの辺りで終わりたいと思います。引き続き動画の方をよろしくお願いします。
はい、ということで、ジャンクションの方が完成しました。はい、今回ね、久々にというかこの年では初めてね本格的な、ジャンクションを作ってみました。自分で考えたものを作ることになりましたね。はい、で一応この、ジャンクションは、4分岐とでインターチェンジの出口を、こちらですね、ここの方に、出るように、作っています。出口だけですね。で、入り口の方は別に、こちらに作りました。こちらがですね。はい。ということで、はい、4分岐とインターチェンジの出入り口が、セットになった、ジャンクションになります。はい。で、あと、この後鉄道の方も延伸する予定なので、一応ね、線路の方も、こんな感じで通しています。で、次回以降開発はね、こっちの埋め立て地の方を、この海側に、作っていきたいと思うので、この後ね高速道路と線路は、この海の方に延伸していく予定です。で今回のね、ジャンクションで、難しかったところは、結構ねこっちの都市側と海側で、高低差が結構あって、標高が全然違うんですよね。なので、この高さを揃えるというかこの谷間にジャンクションを作るっていうのがね、結構今回難しかったかなと思います。整地もねしながらやったんですけども、なるべくこう平らにしないように、起伏も残しつつ、今回はジャンクションの方を作ってみました。はい、でどうしてもね高架とかで柱がぶつかったりとかっていうところは、こんな感じで、地下の方も、今回は作っています。ただね地下の方は、正直雑に作ってます。もう、はい、見えるところではないので、こんなに綺麗には作っていないです。ということで、今回ジャンクションの方を作ってみたんですけども、さっきも話したんですが次回以降ね埋め立て地の方をいよいよ整備していきます。で、こちらね埋め立て地側の、道路も、整備してくるともっとね車の動きも、たくさん、車両もねたくさん使ってくるようになるので、もっとね、いい感じのジャンクションになるんじゃないかなと思います。はい、そしたら今回の動画はこの辺りで、終わりたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。マッコリでした。